はい、ジグのね、動かし方、使い方、仕事のさせ方の説明をしたいと思います。これね、真上から見たとこです。これ人です。で、風はこっちから吹いてます。で、潮はその逆に流れてるとします。なので、ここでジグがポーンとキャスティングしてここで着水しました。で着水した時に、ほとんどこの風で空中に浮いてるラインが糸吹けがこんな大きな糸吹けが出てしまうんやね。風でどんどん糸が引っ張られていってしまうんです。これを少しでも少なくするためにラインを海面に、風の影響がない海面につけていきます。それでもやっぱり吹かれていくので、テンションを今度ある程度のテンションかけながら落としていきます。なんでテンションかけながら落としていくか言うたら、これちょっと絵が下手ですけど人です。でキャスティングして、実はこの潮が逆に押してたりいろいろなったら、海底の中でもこういう吹けが出てしまう。ジグが着底した時にはこれとここの2次元の吹け、要するに風でラインが吹かれた分、海底で P ラインは浮力がある程度あるから、海底でもこういう吹けが出てしまいます。それが吹けが出てたら、ロッドをなんぼしゃくってあげても下にあるジグはこれは動きません。それからちょっとでもそれが動くようにで、また遠くの底というところが割と魅力的なところやったりもする、魚がいてるところやったりもするんで、キャスティングした後水面につける前に、スプールを押さえて糸を止めて張ったらすぐにロッドを下に下ろしてラインを海面につける。で、つけて今度もう一度ベールを開けてラインを落とす時にはある程度の抵抗のある状態で落としていくということ。それは、こういう海底に落ちた時すぐここからできるだけ動かして、できるだけこんな直線になるようにしたいからするためにその動作をします。何もせえへんかったら絶対海底でも、空中でも吹け回って、この吹けの抵抗だけで実際手でしゃくってみたら重たいんやね。そんな状態で頭だけではジグが動いてるつもりで抵抗が来てても、全然ジグが動いてないことあるんで、それでは魚は釣れません。そのために今さっき言うたフォーリングのさせ方の動作がありますということやね。まずジグを投げます。投げて着水と同時に糸張る、スプールで止めて糸張るか、ベールを一度落として風で吹けてしまったラインを竿を下げながら巻く。できるだけ風にラインが風下に振られんように水面につけます。でつけながら糸を持ちます。糸を持ってテンションかけながら落とします。着底すると同時に大きくしゃくって、あとはしゃくっていく。今この後も説明しますが、これワンピッチ、標準的なワンピッチジャークです。で次がしゃくり方のパターンです。ピッチというのはリールを巻く、リールがワンピッチ、1回巻くときにワンジャーク、ロッドを動かしてロッドアクションをジャーク、これをワンピッチジャークと言います。正式に言うたらワンピッチワンジャークやね。真下真上真下真上次、これの繰り返し、要はロッドとこの手が反対になるわけやね。反対反対反対ということやね。次2ピッチジャーク、はいつきました。2回巻く、ピッチ2回巻いてます。1、2、
1212ちょっと早めに使う時の2ピッチジャークやっときます。1212121212121212次がハーフピッチジャーク。魚の目の前でジグをできるだけ移動させずにずっと仕事だけさせる、ためのやり方です。ロッドの動きはそんな大きくなくていい。リールでしゃくり上げるぐらいの感じで、リールでジグを動かすような感じ。次に、ワンピッチジャークでも速いワンピッチジャーク、いわゆるジャカジャカと言われるやつやね。で止めてちょっと食わせの間を作る、食わせの間を作る。でまた落とす。魚がどこにいるか探すような時によくやりますし、魚が高活性の時、追いがかなり強い時はこれよく効きます。ただその中で必ず食わせの間を入れること、それが大事です。はい、次は初心者の人にもね、体力がない人にも楽な、こういうジャカジャカのやり方。まず初めだけは根がかり避けるためにちょっと大きくしゃくります。でその後、ロッドエンドを腰につけてしまいます。ここにつけると支点がはっきりしっかり止まるのでジグがよく動きます。こんな感じでね。で食わせの間、この時に逆にちょっと迎えに行くぐらいフケ作ってあげてね、ジグを落とすために。このままやとほらほとんどラインが張ってしまったままになるんで、この後フケさす、落とす、でまたシャク。最後にワンピッチのロングジャークやっときます。これはセンターウェイトの横にぐんと走らすような、ジグを横に飛ばすような時の動きです。ロングジャーク気味。ゆっくりフォーリングも間に入れていくんやね。ワンピッチだけやから、これ次張る寸前に動かす。張ってしもてからやったらあかんよ。張る寸前に動かす。ラインのフケが張る寸前に次動かす。今フォーリングしてます。はい。でこれもうちょっと速いのも、レベルなんかで左右にバンバン振りたい時はこんな感じ。春のヒラマサとか、ブリもやね。春の水温が今よりかなりまだ低い時に、10度ちょっと上がったかなという時にとても効果的です。これを、この間合いなり、要はしゃくって落とし方なり、そういうことをちょっとずつ変えていくことで当たりが引き出せます。でもし当たったパターンの動かし方というのは、そのジグで当たったパターンというのは、やっぱり強いです。その人がなんか一緒に何人かで釣りしてて、誰かがそれを見つけてしたら、横からロッドの動きを真似してもどうしてもその人とは違うんやね。掴んだ人だけが、何匹も釣ることもよくあります。その辺をいろいろ探ってもらったらいいかと思います。これが標準的な今のジグの一応しゃくり方のパターンです。
はい、それでは3つ目、ジグをロッドでコンと今さっきの動作見てもらったようにリールとでクンとしゃくった時で動きが完結してしまってるように皆さん思いはると思うんやけど、これが力がドンと加わった時、ここにちゃんと着底されててドンと力が加わった時というのはあくまでもエネルギーを与えたトリガーにしか過ぎひんということ。実はその後の糸吹けでドンときたやつがポヨンと動く。このポヨンと動いたりするには糸が吹けんと意味がないということ。それからジグの動きのワンアクションはドンと引いて手に振動が来た時はあくまでトリガーで、その後の糸吹けをしっかりうまく作ることでこれでワンアクション成り立つということ。極端に言うたらね、このドンとした時よりね吹けてからの動きの方がほとんど大きい。ドンといった時というのはね、おそらく、全体のね2割、ここでグッと動いた時という動きはワンアクションのうちの2割、あとの8割は吹け状態の中で動いていく。吹け状態の中でフォーリングしたりしてアピールしていくということ、それをよく頭に入れといてください。